大切な人にもっとこうした方がいいよ、健康のためにこうするといいかもってアドバイスしたくなることありませんか？でも実際にそれを行動に移すかは相手次第なんですよね。今日は相手を変えようとせず自分の在り方を整えるセルフケア術についてお話しします。最後に自分自身を苦しめない意見の伝え方のねコツっていうのもシェアしていきます。私も以前は自分の思うように相手が動いてくれないとイラッとしていました。でも今は言いたいことだけ伝えて、あとは委ねる、これを意識してから腹を立てることが減りました。でもし言うことを聞いてくれないご主人やパートナーにお悩みの方の参考になったら嬉しいです。以前もお伝えしたことあると思うんですが、私が尊敬する自己啓発のジム・ローンっていう方がいます。で、こんなことをおっしゃっていました。私はあなたと末永く一緒に暮らしたいから自分の健康に責任を持ちます。だからあなたも自分の体を大切にしてね。このスタンスすごく大事なんです。要するに相手を変えようとするより自分の在り方を大切にしていきましょうっていうことです。食べ物とか運動、セルフケアですよ。自分が日中どのように過ごすか、体の中に何を入れるか、どういったものを自分の習慣としていくか、日常での自分自身のケアをちゃんと責任を持ってやってくださいという意味です。例えばパートナーが健康に無頓着な時、その食べ物やめた方がいいよ、もっと運動したら言いたくなりますよね。でも何度言っても行動しないなら、それは相手の意思の問題なんです。で、この時にあなたにできるのは伝えることだけなんです。で、その先は相手に委ねましょう。で、言った後はその人をどうにかしようとしない。ね、良い影響を与えたい場合は、私はこうしてるよって自分の姿勢を見せるだけでも十分なんです。で、自分の思うように動いてくれないとがっかりしますよね。なんかこう裏切られた気持ちになってドーンとね、疲れた気分になります。でもね、選択は相手次第と思えば心が楽になるんですよ。で、セルフケアって続けてこそ意味があるんです。で、運動も食事も積み重ねだから、無理やりねやらせても意味がないんです。で、こういうふうにした方がいいんじゃない、これあんま食べない方がいいよってあなたが相手にねいくら言っても、その意見を聞いて実行に移すかっていうのはその人次第なんです。で、この部分ね、私もね最近強く実感してるんですよ。例えば私の主人、彼はスナックにね手がビューンと伸びちゃうんです。わーっとね、もう無意識なんでしょうね。でね、今はほらお菓子とかいろいろ溢れてるでしょ。で、例え話なんですけど、健康管理に気を使っている奥さんがそれを旦那さんに伝えたとします。ね、このお菓子とかあんましょっちゅう食べない方がいいんじゃないって、もうちょっと運動したら、そのお腹やばいよ、ね、だけど旦那さんはそうだねそうだねってもう聞く耳半分、ね、たとえ彼がいや僕はねって奥さんと長い間一緒に楽しく健康に暮らしていきたいからそろそろ運動しようかなって、甘いものを減らして食事に気をつけようという気持ちを持っていたとしても、それをね実際に行動に移さなければその人の生活習慣は変わっていかないんです。運動行くよって無理やり相手を動かそうとしたり引き連れたりはできないんです。まあね、
できる場合もあるかもしれないんですけど、強引に誘った日はね、ついてきたとしてもその日はいいかもしれない。でも先ほどお伝えしたように、セルフケアっていうのは小さいことの積み重ねなんですよ。だから続けないとほとんど意味がないんです、ね、健康は一日にして手に入れることはできません、ね、何度言っても全然やろうとしないからって、ちゅうちゃんおいでおいでおいで、ね、何度言っても全然やろうとしないからってあなたが落ち込む必要はないということです。相手がどんな結論を出そうと、ここは境界線を張って、これはね向こうの人生だから仕方ないっていうふうに捉えた方が楽になるんじゃないかなって私は思うんですよ。いくら夫婦だとしても。どう思います？健康のために良いライフスタイルを身につける方向へ仕向けることはできます。例えばね、この先もあなたといろんな場所へ旅行して時間を過ごしたいって要望を伝えてみる。それでね、相手が変わるかもしれない。たとえここでね行動に移さなかったとしても、あなたがイライラする必要はないんですよ。ね、もうほんと同じことを何回も何回も言うのは疲れるんです、ね、ご経験あると思うんですけど、もし一方が運動もしない、食べるものにも気を使わない、こんな生活を続けているとね、いずれは表に出てきます。で、たとえねこの先何かしらの状態で現実を突きつけられても、それはもうしょうがないんですよ。だけどね、自分はそういうふうにならないように気をつけたい。なので日々食事やね生活スタイルに気をつけていれば、そこは防げるんですよ。でこれで私はいいと思うんです。私自身も以前は結構口やかましく言ってたんです。だけど全然実行に移さないんで、なんでね言ったようにやってくれないんだろうってムカついていたんですよ。で、あなたがね変われば向こうも影響を受けることもあるんです。だけどね、ここで言いたいのは、それを期待するんじゃなくって、私は私で心地よく過ごす、ね、という意識を持つこと。で、結局はこれがね一番のセルフケアになるんですよ。でね、自分の体っていうのは自分の家なんですよ。なので当然相手にも相手の家があります。ということは、いくらあなたの身近にいる人でも結局は他人、ご近所さんです。で、あなたの体の住人は、ね、自分自身であって大事な住処です。で、ここを心地よい場所にするか住みにくくしてしまうかっていうのは自分次第で、私の場合は夫だとしても夫の体の住人は夫自身なんですよ。で、その住人が何を食べるか、ね、その人の住処がどんな状態になろうが、こう言っちゃないんですけど自分にはね関係ないんですよ。で、私もできることをやったけど、住人が構わないならもうそれでいいと、ね、私の住処はここであり、自分の家は良い状態を保つ、ね、ご近所さんにアドバイスはするけど、人の住まいなのでもう横からねつべこべ言わないっていうことです。最後に、意見を伝えるコツなんですけれども、1番目は要望や希望を伝えるっていうこと。その後の選択は相手に任せる。で、伝えた後は、ね、委ねるっていうことです。で、この間言ったよねっていうのはもう言わない。で、3番目、割り切る。相手がどんな行動を起こそうとそこにイライラしない。あなたは自身の心地よさを優先するということが大事です。ね、あなたが自分を大切にすれば周りにも自然と良い影響が伝わります。なのでまずはね、自分自身のセルフケアから始めてくださいね。感想や気づいたことがあればぜひコメントで教えてください。とっても嬉しいです。最後までご覧になっていただきありがとうございました。
今日もあなたのスマイルマイルがたまりますように。また次回に。チャオ。